ルール無用 JCJC タイムアタックが激戦です。そして私も参戦しました。電子制御まで使ってもちろん肉薄する結果を残せたんです。今回はアルティメットスピードを狙います。このステアリングシャーシミニ四駆をベースに改造していきます。シャーシを分割してマシン自体を曲げることでコーナーでの減速を軽減する能力を持っています。珍しくロマンと性能が両立しているマシンです。まずはバッテリーを交換します。入手性が良く小型で高出力なバッテリーです。ためにならないさんのためになる動画がためになりました。バッテリーケースを新造しました。フィットです。バッテリーケース裏にモーター用の電極を取り付けます。スポンジを貼り付けます。両面テープを貼って電極を貼り付けます。電極の導線とピンヘッダーをハンダ付けします。グルーガンで根元を保護します。これで電装部品が完成です。モーターはマッハダッシュモーターです。タイヤは小径から中径に変更しました。バッテリー台でモーターを固定します。ギアローラーはテーマサツプラの2段です。フロントはベアリングの3段です。これでコースアウトを防ぎます。バッテリーを取り付けたらステアリングシャーシミニ四駆回完成です。ミニ四駆の基本カスタムで改造しました。早速走らせます。前回よりは速そうです。レーンチェンジもいけます。なんか飛び出てきた。タイヤが取れました。意外とそのまま走って 3.90 秒。とりあえずは3秒台に乗りましたね。タイヤ2つ取れてました。もう1つはどっか行きました。新品タイヤだったのに表面ザラザラです。遠心力でタイヤが広がってローラーステーでタイヤを削っていました。プロペラシャフト接合ボムも削れてフロントタイヤに動力が伝わらなくなっていました。リア駆動にしてタイヤは変形しにくいマルーンにします。マルーンは硬くてグリップが弱いタイヤです。あれ、モーターが回りません。モーターの熱で電極の押さえが変形しました。スポンジを足しておきます。レッツのグリップないので加速悪いです。元々がカーブに強いのでマルーンの良さが発揮されにくそうです。 4.00 秒遅くなりました。スポンジタイヤがいないと膨らまないので後輪はスポンジタイヤにします。モーターはウルトラダッシュに変更しています。レッツの期待できそうな速さです。レーンチェンジもギリいけそうです。3.41 秒、なかなかのタイムが出ましたね。ようやくスタートラインに立てました。正直レーンチェンジで吹っ飛ぶと思っていたのでこの安定感には驚いています。スラストが8度で重さも 101g なのでバランスがいい感じなんですね。なんか遅くなってきていませんか？バッテリー消耗ってこんなに速いんでしたっけ？やばい。モーター大丈夫かしら。あっつ。ピニオンが根元に移動して過剰な負荷がかかっていました。ダメな音がします。てかバッテリー接続しても回らない。分解したら謎の固形物がブラシに固着していました。どっかから溶けて溶着したっぽい。気を取り直してさっきのレーンチェンジをスローで見てみましょう。思いっきり衝撃を吸収しています。さらにすごいのが反発で姿勢が整えられています。普通はこのまま右に力が加わり続けますが反発で左に力が加わっています。これでコースにとどまれています。もはや左の壁に当たるレベルでしっかり反発していますね。もっとよくわかるやつ。バグみたいな動きしています。これでコースアウトしていないです。この機構がレーンチェンジにも効果があるとは思いませんでした。むしろレーンチェンジの方で進化が発揮されています。さらなる高速化を施します。まずは2区から4区に戻します。これまでのステアリングシャシでは曲がる時に抵抗がありました。曲がりが強くなるほどに抵抗も強くなります。低速ではそこまで曲がらなかったので無視できましたが高速だとかなり強く曲がるので無視できません。めっちゃ曲がっています。解決にはダブルモーターが最適です。ダブルモーターなら真ん中の接合部がなくなります。それならいくら曲げても抵抗になりません。トルクも大幅に向上して一石二鳥です。新マシンをモデリングします。ステアリングシャシをベースとします。バッテリー台をローラーステーと一体にすることで軽量化と低重心化を狙います。モデリング完了です。印刷しました。線台と比較します。トレッド幅をワイドにして安定化を狙います。カーブが遅くなりますがステアリングシャーシで軽減します。ワイド化に合わせて骨太にしています。デザイン上のことなので内部のインフィルをゼロにすることで軽量化を図っています。 PLA 樹脂を使っているので十分な硬さもあります。スラスト角は0度です。このままでは確実に吹っ飛びます。スラストパッツで調整できるようにします。5度から20度まで5度ずつ変化させられます。モーター蓋を印刷しました。電極も取り付けています。バネパーツも印刷しました。マシンが重くなるので太めにしています。すべてのパーツが揃ったので組み立てます。フロントとリアのシャーシを連結します。2パーツで固定します。ネジ止めします。こんな感じにスルスル曲がります。ハトメを取り付けます。モーターを取り付けます。モーターはトルク重視でパワーダッシュです。モーター蓋を取り付けます。シャフトを差し込みます。クラウンギアを取り付けます。ホイールを取り付けます。小径のカーボンホイールです。タイヤはスポンジタイヤにしています。リアも同様です。リアには 19mm クラリングベアリングローラーを取り付け思いっきりタイヤに干渉しています。設計ミスっちゃった。
先にフロントローラーを取り付けます。後で左にもスラストパッツを取り付けました。リアはゼロスラストの延長パッツで解決します。フロントとリアの統一感が増すので結果オーライです。問題なくローラーが取り付けられます。最後にバネパッツを取り付けたら、ダブルモーターステアリング車足ミニ四駆完成です。ワイド&ローで安定感と外観を向上させました。スラストパーツのアーマー感もグッドです。重量は 138g と重めです。先代が 101g だったので3割増しです。こんな感じに曲がります。モーターが重いので反発が弱いです。ローラー幅はウェーブセクションを通れるギリギリまで広くしています。スピードチェッカーで速度を測ってみます。安定しませんね。タイヤが浮いています。タイヤを当てて再測定です。ミーライン離します。時速57キロです。パワーダッシュモーターでギア比も 2.5 対1あってトルクもあるのでコース上での走りが期待できます。早速ゴー。いきなり速い。コースアウトです。スロー。バネが柔らかすぎたかな。より硬いバネパッツを印刷しました。バネパッツの交換で硬さを変更できます。ソフトからハードにします。硬さチェック。かなり硬いです。硬すぎかも。レッツのコースアウトです。スロー。衝撃吸収できていないです。ハードからミディアムに変えます。レッツのコースアウトです。スロー。編集の時に気がつきましたがこの時点でバネ抜けていますね。コースアウトの衝撃だと思ってたので再走していないです。次の作戦は側面ブレーキでドーン。作戦を考えましょう。走行をスローで見て気づいたのはバネが柔らかいと下段ローラーにかなり力が加わってくれます。シャーシがしなるので当たる時間も長いです。こっちがハード。全然違いますね。つまりリア下段ローラーに強いスラストをかけてゴムローラーにすればコース復帰が期待できます。形にしたらこうなりました。 Z ローラーシステムもどきですね。上段と下段の距離が長いので壁を飛び越えてもギリギリまで下段ローラーが効いてくれます。バネはソフトです。どう？まだダメか。スロー。なんというか大暴れです。動きが激しくなる原因を探します。レーンチェンジの様子をよく見ると左に当たった時に右側が浮いています。そして Z ローラーが当たると逆に右側が急激に下がって結果左側が大きく浮き上がっています。スラスト角を10度から5度にしました。これでいけるか。よし 2.71 秒。よっしゃ記録を更新しました。スロー。1周目2周目3周目。先ほどよりも全体を通して落ち着いた動きになっています。1周目が Z ローラーとバネの恩恵が分かりやすいです。右に吹っ飛んで壁を越えてしまいますが Z ローラーと衝撃吸収で耐えつつ左に反発してコースに復帰しました。スポンジタイヤで加速が良くシャーシの曲がりでカーブが速くスラストとバネでレーンチェンジを超える序盤中盤終盤隙がないマシンになりました。躍動しています。こうなると固定も気になります。固定しました。どうかしら。吹っ飛びました。リアローラー壊れちゃった。ちょうどいいので次世代機を作ることにしましょう。 LC の肝であるスラストを自動で調整すればさらなるスピードでも安定して走れそうです。それではまたのし。